こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。こんにちはだぜ、ゆっくりマリサだぜ。今日は、難しそうなのでなかなか手を出せなかった、安土城築城です。お、導入者のデラックス版だな。天守だけでなく、城郭もあるからこれにしたよ。とは言っても、城郭部分はかなりデフォルメされているけどね。そりゃそうだろ。この模型の設計は令和や平成の発掘調査よりずっと前のものだからな。そうだね。でも模型のクルワは5段になっていて雰囲気出ているよ。早速、不審のベースの塗装に入っているな。サフを拭いて、石垣部分は先にブラウンで墨入れしておいてから、アクリルガッシュを3色ほどドライブラシしたよ。あとはサインペンで溝に沿って描くんだな。かなりふわっとした塗装でも、サインペンで溝をなぞれば、すっきり石垣っぽくなるよ。墨入れやホジホジで仕上げるわけではないんだな。今のところこの方法が一番やりやすくて、誤差が出ると思っているよ。表面はウェザリングペーストで下地を塗って、リアルサンドをばらまいたんだな。個人的にはスケール感からリアルサンドなしの方が良かったかなと思ったけど、後の祭りだよ。なんとか不審はできたみたいだな。お次は作字だよ。今回はマスキングテープでうまくいったと思うよ。下見板張りはマホガニーにしたんだな。このマホガニーに、薄めたエナメル黒とブラウンを混ぜたものを後で上塗りするよ。パーツの合はどうだったんだぜ？安土城天守は不等辺多角形だから、歪みとかで看合難しいかと思ってたけど、ほぼほぼ歪みなく、しっくりと築城できたよ。屋根はジャーマングレーと裏は白だな。後で出てくるけど、安土城の模型の築城では塗装が難しいよ。屋根は表も裏も今回はこのままで、ヘリを工夫したよ。方法新たな試みだな。お、小鈴いきなり登場するな。皆さん、はじめましてゆっくり小鈴です。アシスタントとして精一杯務めていきますので、よろしくお願いします。よろしく。安土城塗装で悩みましたのは、軒丸瓦の金塗装なんです。屋根の軒先の瓦だな。はい、ここは上層部だけなんですが、軒丸瓦を均等にコツコツ塗装するのが大変難しいと思いました。金だから、均等でないと目立つのよね。はい、そこで用意したのが、1ミリ幅の黒のマスキングテープです。それを屋根の縁に貼るのか。はい、あらかじめ金塗装されたヘリに黒のマスキングで縁取りをすることにしました。なるほどね、完成が楽しみだよ。誰だお前は？私は新ウプ主です。はぁ？ウプ主はこんな顔していないよ。メガネかけたおっさんだよ。このチャンネルは10年ぶりにプラモ。だぞ。おっさんに決まってるじゃないか。こんな可愛いイケメンじゃない。消しもない。希望に尻置きをお願いするんだぜ。俺の口癖真似するな。あ、消えた。たまに出ますので、よろしくお願いします。実況が中断しちゃったよ。気を取り直していくんだぜ。これは開いた窓を、緑で塗装した紙で塞いだところだな。この辺の上層部の塗装を先ほど言ったようにさらに工夫してきます。金塗装もこの後にさらに下出るカラーのリトリビューターアーマーでより濃く塗り直したよ。このハフで使用されている金がリトリビューターアーマーだな。はい、そうです。私はチャンネルの大阪城の回から取り入れてます。屋根の縁の黒のマスキングテープが効いているな。4層目と5層目の屋根の縁の軒丸瓦がいい感じではありませんか？これは、東京町田市にあります、大岩歴史美術館の安土城復元模型です。4層目と5層目が原寸大で再現されています。これは塗装の参考になるわね。そうだな。特に4層目と5層目はカビで細やかな塗装を必要とされるからな。さすがに1360ではここまでできないけど、美術館自体、とても見応えあるよ。この他にも、兜、鎧、刀、書物、などなど多数展示されていました。東京に安土城原寸大模型があるとは意外なんだぜ。ねえ、マリサ。
安土城は復元案がたくさんあるよね。ああ、何せたった6年で消失してしまったから、資料が乏しすぎるんだぜ。この模型は昭和の金型だから古い案なのかな？当時、天守台の発掘調査が終わり、天守指図という文献を元に内藤明氏が設計した案だ。長い間、安土城といえばこれ、だったよね。ああ、だが当時は天守指図という文献自体が得体が知れないという批判から、不敬の天守の案もいくつかあった。天守台の不等辺多角形は天守台の壁とみなしてな。そんな案もあったんだね。その後、調査も進み、天守台の縁に当たる部分の強度が上物を支えるに足る十分な強度があるということが判明してからは、不等辺多角形の天守であることが定説になってきている。なるほどね。最近では、佐藤大樹氏、中村康夫氏の案が大河や VR、CG などで採用されているようです。それらはやはり不等辺多角形の基部となっております。内藤明氏の安土城復元は当時はウプ主が小学生か中学生だったけど、衝撃的だったものね。ああ、なんといっても内部構造にある仏塔と吹き抜けだよな。私はこの模型でもある内藤明氏の案の安土城の外観が一番好きだわ。確かにかっこいいです。天守台の礎石の調査では、5番目上に配置されている礎石の中で、真ん中の礎石だけないんだ。じゃあ、本当に仏塔があったのかしら？天守指図に基づく吹き抜けと仏塔だが、中央部の礎石がない部分の土壌の調査によると、掘ったて柱の根先が普及した痕跡である可能性が高いと指摘されているぜ。じゃあ、新柱があったということなのかな？佐藤氏や中村氏の案では吹き抜けや仏塔はなく、新柱が採用されています。なるほどね。天守内部は地階と屋根裏にあたる4階を除いては、狩野永徳の障壁画がまんべんなく描かれていたそうだ。普通天守というと軍事用施設だから、何の装飾もないのが一般的だよね。信長は天守に住んでいたと言われています。この安土城は、本格的な天守の始まりで、かつ山上に石垣を築き、また今ある大手道はまっすぐと天守へ向かっている。さらには、土戸橋口道からは創建寺のさらに上に天守があり、本丸には天皇を迎えるための御行の御間があり、その上に天守があった。まさにあらゆる常識を覆す、第六天魔王の居城と言えるだろう。信長は宗教色が薄いように感じますが、内部の障壁画からすれば、仏教への理解は一定のものはあったかもしれませんね。いわば、軍事的要塞の城郭というよりは、政治的な見せる城郭だったということは間違いなさそうだ。そういう意味では一時が万事、見せて権威を示すのが、信長のセルフプロデュースなのかもね。ああ、間違いないと思うぜ。そして、令和の今、大発掘調査がついに始まっている。滋賀県は令和元年から幻の安土城復元プロジェクトを進めている。令和5年の10月から天守台北側部分の発掘調査が開始されました。天守台の礎石の傾き具合から、消失時天守は北側に傾いたと推定されているので、そこから金箔瓦やシャチなど出てくるかもしれないんだぜ。それは本当に楽しみだね。昭和期と平成期も本格的な発掘調査が実施されているが、城跡全体の2割程度でしかなかったので、まだまだこれからの発掘と環境整備に期待だぜ。ほんとだよね。また、令和8年には安土城築城450年にあたりますので、CG、VR、AR を駆使した視覚的再現を目指しているようです。さらには滋賀県は、この世に唯一残されていると言われている安土山津屏風がバチカンにあると言われており、その行方を追って調査をバチカンに依頼している。それが、見つかるとどういう外観だったかがわかるということね。歴史のロマンは今も続いているな。今日もお城築城動画をご覧いただき、誠にありがとうございます。誠にありがとうございますなんだぜ。大変ありがとうございます。よろしければ、コメント、いいね、チャンネル登録をよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ。